どこからブレーキ踏んでいいのかわからない感じで、けどなんかやってみて、あ、ちょっと早すぎた、ちょっと遅かったなと思って。いいタイム出したらすごく盛り上がるから、これ団体チームとしてはもうそれを考えるべきだろう。そこまでパー出ない。冷やす必要ない。日が上がって風吹いたら一気に乾いちゃいそう。走ったら乾きちゃうな。いや、走ったらすぐ乾く。そのところどころ湿った部分だけ残して、通ってるところは結構すぐ乾くと思う。むしろ俺県の次の次だから、もう日本みんな何十台も走った後だから、俺はもう完全にもう晴れ用のタイヤで。帰ってきましたね、純平さん。帰ってきました。なんか乗るの3日目だけどもう眠いけど。もう3日目ね。水曜日がちゃんと晴れのまま乗れて、もう昨日が親の敵のような雨の中走って、もう全然何も見えなくて、まあチビの時だけ運よく毎回雨が小雨になって、俺が出るために親の敵のような雨降って横殴りの雨で、イプスイシとかトーンバーの雨と違って、すっごい雨降ったら状況悪くなるコースで、ストレートにもこう水たまりができて、ハイドロプレーニングを起こして、全開で走ってるのにまっすぐ走れないでハンドル取られたりとかして、で1コーナーももうウェット用のタイヤつけても溝でもう排水しきれないから、そこでもハイドロ起きてて、カート浮いたまま横滑りで全開で抜けていくみたいな。で視界もすごい悪いし、もう1台でも前にいたらもうほぼ何も見えないから危ないから、エビちゃんが帰れって戻ってこいって言ってたらしいんだけど、ピットからそれも見えないからそのまま走ってたら、だって急に危ないから戻ってきたらまた言われるから、ずっと走ってたら今度エビちゃんがもっと乗りたいんだって思って放置したと思う戻りてえよみたいなまあ今なんかチビの回は今ちょっと乾き始めて、でもう一本別のクラス出るから、俺の時には結構良くなってる。だいぶ乾いてきてた感じがする。ライン上さえ乾けばだいぶ。今日も楽しんでください。はい、頑張ります。何秒遅いの？もう一回帰ってから測った方がいいけど、ストッパーの位置そのまんまで昨日広げたから、で今ドライのタイヤそのまま戻しただけだから、戻してハブを元にして戻しただけだって。まあ多分それくらいだろう。じゃあ一回測って。もう去年出てるから軽いね。何が？なんか気持ちが軽い。別にコンビニもないし、ない。観光名所もないし、ない。美味しいアイスでも売ってる牛乳羊羹とか牛乳羊羹ね北見のね。エビちゃん、はい、戻ってきたら仕事のスクリーンで。
そうでもまだ最終セクションがズルズル。でも次の時にはもうこの天気のままでいけば全然乾くと思う。今の中でも途中から良くなってきたから。電子のやつを、スリックとウェットと1分ずつ、多分買うと思うんですが、一応タイヤのマーキングもうちょっと弱いのにします。めちゃくちゃ足がつるぐらいまで踏まないとアクセルがかからないでしょ。4メーターぐらい踏みすぎちゃうっていうよりは振動でバンバンバンってなっちゃうから、一番後ろでいいです。ちょっとね、押しちゃうから。はい。日高さん頑張ってね。はい。俺何もしてんけど。いやなんでチームいいんだよ。やっぱタイヤだった。タイヤだよ言ってるじゃん。こんなん落ち込みすぎ。速いの分かってんだから。ねコマ3、4落ち？でいやチビと一緒だ。自分の良かったとこと悪かったとこしてほしいこと。自分の良かったところは、悪かったところは5コーナーでブレーキパッド昨日新しくしたじゃん、違うメーカーのやつに。それがもうすごいタッチがなんていうのかな、もうふわって乗っけるだけでギャッと効くから、まあそんな急すぎはしないんだけど、力弱めればいいだけだから、だからそのなんていうの、それで止まれるって思ってふわって乗っけたら止まりきれなくてグリップつけない時が何回かあったりとか。5点これ帰ってくるえとそうで、最初のヘアピン、でタコツボが入り方でいいのかわかんないけど、まあ最後の方見つけてたよ。あれでいいと思う。7、8はなんか好きそうだから。で自分の悪いとこは今悪いところに行ったの。悪いとこ、止まりきれない。止まりきれない。でそれは慣れてもらおう。頑張って、もうちょっとソフトに、丁寧に。でバックストレートの終わりも、終わりはちゃんと止まれるんだけど、なんていうのかな、さっきと違ってグリップに甘えちゃうから、本当は11の12ってもうちょっと直線的に入ったら角度きつくなるから、もうちょっとこう大回りというかこう、したいんだけど、もうグリップに甘えちゃって、直線的に入っちゃってるから、そこでちょっと食われてんのかなっていうのはあるけど、でもどっちにしろ最終でブレーキかかるから、あんまり影響ないのかもしれないけど。でフレームで何か直してちょっとやっぱり向こうのパロリンと一緒で同じもんだから、リアがこう、前も後ろもいいグリップするんだけど、バランス的にリアの方がヘビーになっちゃうから、今はまだこれでなんとかあれだけど、もうちょっと後ろをこう逃したい。そうだね、横にパワーが今ありすぎて、リリースそれこそできないから、前に行かしたいから、同じハブでやるんなら狭める、2ミリ2ミリけど、多分そっちじゃなくて新品タイヤだからグリップするから、ショートこれより何ミリか短い。でもショートにしたらもうちょっと粘っちゃうんだよ。だから逃げてモアグリップだからこっち。でも壊れないかな。逃がす。
でも後ろ固くしてたら逃げるはずなんだよ。本当はね。もっとだけど狭めたらもっとインリフトし始めちゃうから。要はスライドが欲しいってことでしょ。ちょっともうちょっとトラクションもうちょっと小回り効かせたいっていう。そうです。それはターンイン、それとも出口、エイペックス。ターンイン。ターンインだから2もそうだし、余ってんだよね。ヘアピンもそうだし、タコツボってなかなか何のカート乗っても入りにくいけど、タコツボとか結構顕著。正直だから1、2、3ともう何の躊躇もなく踏んでけちゃうじゃん。あそこでちょっとさ、暴れるのを抑えるくらいじゃなきゃいけないのに。で7はもう前回のままブレーキ引きずった。そしたら、タコツボのアプローチがちょっと楽になる。まあ俺はハブだと思いやこれよりもう。でもしそれをテストするんならここから広げたいか狭めたいかでやるんだけど、そんな数乗れないから、もうこの場でやらないとダメで、フロントは順平さんいくつターンだったってはいいくつターンだったウエイト点なんぼ。 2弱ですね。 2弱か、これ2キロ。はい、ありがとうございます。2キロでまあガソリンで調整あすればとはガソリンで終わります。いや別にそれでいいけど、このリアがもう強いからフロントをどんどん強くしてっても今度ガチガチになって俺が思ったのはやっぱりフロントはこんなんだったから、広げてもよかったのになと思って、まあ一応順平のインプレッションだから。でもどうしてもパロリンって後ろがこうナチュラルに硬い傾向があるから、それをどうこうなんていうの、こうイメージで言うとなんかこう回る時ももうリアがガンってなってる感じでこう小回りさせてくれないみたいな時があるから、それはなんていうのかな、ハブを短くしたりもできるし、まあどっちにしろこれシートしてない仕様だから。要はシャフトのロングハブとショートハブの差だから、ここのもっと噛み込んだ時のしなり量がもっとその少なくなるから、シャフトがソフトになるっていうことに、同じ場所で同じトレッドでセッションが少ないから、プラスもうワンプラスなんかしないから、でそれのアイデアが欲しい。で自分的にダメだった時は、俺ここ良くなったらもうちょっと早くなれるの早くしたいなと思って、で良かったのは落ちなかった。1回落ちたかなと思うのが2回あったけど頑張った、ってことはファステスももうちょっと上がれた。なぜなら新品のグリップに慣れたのが後半だったから、あの経験が前にあったらコンマ1にもうちょっと稼げてる、それは自信あるでしょ、だから乗れてたのは間違いない、俺の中のタイムはプラスコンマにアップしてる絶対、それを忘れない、でこれやってちょっと良くなる。だけどタイヤは減ってるから、タイムは実際に出るタイムは期待したらダメ、要はその同じようなやばいタイヤのやつの集団についてって遜色なく走れるから。いやさっきはなんか急激に追いつかれることもなかったし、全くない。ぬるーって来てぬるーって抜き返してたから、全然大丈夫。いいっすね。はい。左のアウトに縁石あるでしょ、バナーが貼ってあってさ、12出た時、出てってこうなってるでしょ、あそこでみんな縁石の端ぐらいでもう耐え始めてるけど、順平はあそこ3写真から1写真ぐらいちょっとまっすぐ行ってから来るから、こっちに出てくる時に面構えがこう来たいのに順平はぬるいですね。だからワンテンポこの向きが違う、でこの向きが違うから1個目のこっちが乗れないの、ドーンって飛ぶくらいでいい。飛んできたでしょ、俺リアセクション見に行ったの、ダーンって飛んだでしょ、覚えてない？最後の縁石、でガーンって乗って、で右も最後乗るくらい来ないと
なぜならあの時にもう向きが変わってるからストレートに行く向きで荷重かかってて、だけどできてるやつは多分左の荷重もうまく出してるから、わかる、こう来て一瞬だよ、こう降りてる、久保誠とかでこっちに乗るか乗らないか、まあそれは乗れる時でいいんだけど、うまいやつはあっち来るから、あれでもまたコンマ1稼げるから、ドライバーであとコンマ2は欲しい、タイムダウンするから、それがもし同じだったら順平の勝ちだからもう順平と自分との勝負。さっき追い込めたのは正解、もうすごい前傾してたし、でもこれなんかこのタイヤいいなと思って、よかったよかった、早く履いとけばよかった。最高最高でも嫌なのがあったからやっとまともに走ると思っだけどタイム出した時に見てくれてる人がいなくて、最初に良かったことを褒めてくれないとショックでしょ。ケンはそうだから、だから走り切ったねでもいいの、もう何にもない時は走り切ったね、コースアウトしなかったよ、笑顔、ね、よし、はい、OK、あと1個何しようか。た。間違いない。間違いないです。だって新品履いて7の4はないもん。俺は中古で7の0だもん。で、新品履いたらコンマ5、6上がるっていうから、だから6の4、5出たらパンパンってたもん。順平、ハイグリップタイヤの向こうのシートと同じ位置にしたんですよ。こっちのタイヤのこの P5 に合わせたわけじゃないんですよ。グリップしないシート位置って起こすかちょっと前に寄らさないとダメだけど、シートかもよ、シートでガバッとタイムからコンマ5とかコンマ8は全然変わる。後ろリアグリップしすぎなのシートかもしれない。だけど後ろグリップしすぎてこの路面にグリップするのがでかいよね。通過するよね。だってシートしてもついてないんだから、それじゃやりやがないと。これからドツボにはまる。そんな回らんってぐらいのあれでないよね。何？重いからいいよ。横で。横軽いから。トラッキーよ。なんかで硬くなってるわ。この辺鉄粉だからこれ全部。これ洗い流しな。腰をずれてないから一発プレス合わせて。
荒れてるこっち。だからここが今もうタンク変えなきゃダメだ。それこっから漏れたらなんかエンジン的に影響出ないですかね。出るのかいや。いやでもこっから走ってるんだったら別にピックアップは下だから。次のロットがあって次が全部割れます。去年の末から今年の頭からでドリフさんがなんかちょっとトイレ出てきた時になんかついでになんか教えてくれてパロリンのワークスっていうかがスペアエンジンは 3,4 人で共有してるやつ。あ、そうだ。オッケーオッケーオッケー。チーム北海道でシェア。シェアだからね。はい、森田さん、OK。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。